フィギュアエングレーバー1980円で地球堂で売ってますので、ぜひ。これがもうすごい仕事しましたね。びっくりしました。この瀬川さんがね監修したっていうこのフィギュアエングレーバーのおかげとしか言いようがないというか、これがあったからこれをやる気になったというかね。はい、地球堂模型南條です。今日もとっくん来てくれてます。はい、お願いします。レジン編で撮影あれですね、とっくん3日目ですね。そうですね。どこで編集点あるかわからないから一回ちょっとコール入れとくかみたいな感じで、始まってるんですけども、今どこまで行ってるかと言いますと、レジン初めてのねレジンキットなんですけども、パーティングライン調べたりとか、あとはモールドが消えているところを掘り起こしたりとか、続きましてだからその真鍮線で刺して言ったら持ち手エアブラシで塗装するんでね。であとはパーツがずれないように凹凸合体開くようにそう合体ちゃんとねこうするように穴の位置合わせてね、棒をここに通してあげるんですよ。そういう作業を何というのか知らないっていう私はその名を知らないそれをやっていきたいと思います。サーフェイサーまで吹けたらねいいかなと思います。はい、じゃあとっくんお付き合いよろしくお願いします。はい、それではやっていきたいと思います。一応事前に得た情報としてはですね、こういったところに、穴が最初から開いてないんですよね。なんでこう真鍮線を刺して尖らして相方にこれが先端だとするとマーカーみたいなんでこう印をつけるように工夫しなさいってあるんですけど、このキット良心的でですね、もう鼻から穴が開いているっていうね、僕にはとても優しい。ちょっと穴を拡張してあげる感じでね、幅測ったら 1.5 ミリだったのでそれでやってます。いいね、ぴったりぴったりで、これを金属用ニッパーでだからこういうことよね。あんまりほら最初から開いてる穴って信じちゃダメなことは多いけど、これは信じてよかったね。ダメだったら位置変えればいいやぐらいの気持ちで試しに穴合わせたらもうバッチリですね。ほら言うと真鍮線 1.5 にしてるなら穴の幅を 1.45 とかねきつめにした方が良かったかもしれないね。というわけで深夜の売り場に行って買ってきました。クレオスさんのミスタージャスト超速タイプ。これまでの瞬着を超えた瞬着スピード。チャク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 ばっかり言ってるけどきっとすごいんでしょうということで、こういう仮止めに使うもんじゃねえって言われそうな気がいいんですよ、止まれば点付けしたいゼリータイプが良かった。それぐらいを確認して買えよっていう話だしまった、ゼリーの方が良かった。はみ出たところはちょっと削るか。デザインナイフでね、ウェーブさんの瞬着硬化スプレー使います。低周タイプ。マットに拭くと柄消えますからね。僕は気にしてないんですけど。よいしょ。このパチパチパチって音がね結構癖になるんですよちょっと匂いしますね。ちょっとそうこれねよく小学生なんかがこの匂いを嗅ぐとねおばあちゃんちのタンスの匂いがするってそうかなみたいな。そうね、これでだから当てがうここの穴の位置がねどう当たるかはね大事になってくるわけですね。OK です OK です。これねちゃんと聞いとるのにちょっとこう斜めに切るといいっつってね。でこれで斜めに切るじゃない、でこの斜めで切ってるから真鍮が尖ってるから傷つけやすいでしょって言われて、なるほど。でこの傷見て穴開けると良いんよ。おやっぱアドバイスはちゃんと聞くものだな。いいな、すごいバッチリ、すっごい狙った場所に穴が開いた素晴らしい。レジンのレベルがどれほど幅があるのかわからないですけど、これは作りやすい部類になるんでしょうかね。どうなんでしょう。合わせ目はすごいぴったりなんですけどね。僕はもっと大変なことが多いのかと思ってたんですけど、これは割とハマりもいいですし、もしくは僕は気にしてないのかもしれないほらめっちゃ合わせ目いい感じよいしょ。これで接着しちゃえばいいんじゃないかな。なんだかセクシーなお尻だ。お尻が完成しましたね。多分ここの部分が一番難関な気がするな。今やってるのがまさにこっち向きだね。いい感じにはまってるんじゃないですかね。これ接着すれば良さげ。本当にパーツの噛み合わせがいいよね。なんだかほら自然可愛らしいんじゃないですか。可愛く塗れるかどうかはね僕次第なんですけどね。造形はとてもいいですね。これだけは何の持ち手もなく塗装するっていうことの方が難しい気がする。
このポツを一回切って限りなく90度に。ここが一番怖え。めっちゃ怖え。こんなんで許してもらおう。短く切って斜めに切って、よいしょ。反対側に傷をつけるようにあてがって、お、うまい。最終的にはだから春節でいいっていうことだよね。うん。うんなるほど。これで実は他の接着剤の方がいいんですって言うほどまだ何も分かったもんじゃないからな。今のところ春節でしっかりくっついてるし、ここすごいのよ。ここスカート、ここくぼみなんだろうと思ってちょっと修正しようかなって思ってたのね、実はここ。これがですね、実はこうちゃんと肘がそう手が乗るんですよ、腕が、ね。いやーいいね、可愛らしい。よしラスト、この調子で。穴開いてる、穴開けてくれてる。やったー、楽だね。初めてガイドがなかったマジでどこかわからんかった。怖い。なんだろう、このパーツ、指があるからかめちゃんこ怖い。この指が5本の指がキシキシ言ういいね、なんか顎にちゃんとこう手の甲が乗って全くずれずにできてるからこのポーズになってるんじゃないかなと自分を褒めてあげたいところですけども、結構うまくいってるんじゃないですかね。いい感じですね。こんな感じでクリップに留めてるんですけども、これがですねクレオスさんのミスターペイントステーションっていうね、段ボールの紙の素材ですけども、でここにねさっき刺した真鍮をクリップで、これ各種メーカー出してますから、僕はこれ使ってるのはハイキューパーツさんかな。これはどれかな、これは筋彫堂さんかな。でこれがクレオスかな。いろんなメーカーのクリップがあります。はい、でこれで今からサーフェイサーを吹いていきたいと思います。今回ですね、サーフェイサーとこのガイアカラー薄め液を1対1で割っていくんですけれど、このスプーンが結構皆さんうちに来るお客さんを問い合わせしてくれてですね、これ何かと言いますとね、100均で買った計量スプーンの少々ですね。で金属スプーンをちょっとこう曲げて使ってます。これだと例えば1対2にしましょうって言われたら、これを1杯2杯3杯ってやっていけば、ほら比率が簡単にできるでしょ。なんでただこれダイソーで買ったんですけどね、今ダイソーに見かけないっていう、品のラインナップが変わりやすいね。あそこほんと変わりやすいんだよな。一回あれ良かったって思ったやつを買いに行ったらもうないって多々あるっていうね。今何杯入れたっけ5杯ぐらいだった気がするから、いいですで1杯2杯3杯よいしょ。くずい。捨てなかった。そんなにいきなり厚く塗ったりは僕はしないです。薄く。良い。同じネズミ色なんですけどね、なんか気がつかなかったところがこうほらエッジが出てきたりするんですよ。ここまだ研ぎ切れてませんよっていう、削り落とせてないですよっていう薄皮が、こういう表面とか、こういったところを見つけて、ここまだやり残してたわっていう。一見同じ灰色なんですけどね、結構目立って浮いてくるんですよ。でこれを見つけてやり直し。それは何なの？そうですね。爪楊枝にヤスリを瞬間接着剤でつけてるものです。自作ですこれ。意外と便利っていう。確かに初めて商品じゃないものを使っているな。やっぱりこうサーフェイサーするとですね、目では気がつかなかったが、こういうところにもねうっすらラインがまだ残ってたんだとかね、
本当に気がつけますね。これなんか他の色にするとより目立つのかもしれないですけど、でもちょっと黒とかするのはなっていうね、人塗るしね。だからネズミ色でいいかっていう感じなんですけど、あとはですね、こういうその細かいところにホコリとかついてたりするし、ちょっとサーフェイサーでザラついてるところがあるので、これで綺麗にしていきます。もうこういうところやっぱスポンジというか噛みやすいですね。はい、それでは2回目吹いていきたいと思います。サーフェイサーするとさ、よりどんなお顔だったか分かりやすくなる。ほら、よりどんなお顔か分かるようになった。いいですね。ねえ、いや楽しみです。